こんにちは。お寄りくださりありがとうございます。今回は強迫性障害 OCD 大丈夫だと思ったのだから大丈夫というメッセージです。これはあらゆる OCD の強迫の思考に当てはめることができるお話ではありますが、わかりやすい確認を例に出しながらお話をしていきたいと思います。例えば、玄関の鍵の確認行為。ちょっと想像してみてください。あなたは外出しようと玄関を出て鍵をかけました。自分なりになんとか頑張って鍵をかけ終えて、よし、閉まったよね。これで大丈夫。そう思ったとします。家を出て歩き始めます。少し行くと頭をかすめます。ちょっと待って、やっぱり。脅迫の思考がやっぱり閉まってないかも。鍵閉まってないかもよ。扉も開いてしまっているかもしれない。ガスもついたままかもしれない。ああ、大変なことになる。そう言ってきたとします。あなたは気持ちがどうにも落ち着かなくなり、家に戻ります。でも、やっぱり鍵は閉まっていたし、ガスもちゃんと止まっていました。これ、家を出てすぐの場所で回数も1回であれば、そんなに時間のロスにはならないかもしれません。ところが OCD の場合は、もう目的地が目の前というところでも引き返すことがあります。そうしなければ気持ちが収まらないからです。このように日常生活に支障があるのが OCD です。さて、先ほどの例で言えば、家を出る段階であなたは一旦は大丈夫と思って家を後にしています。一度は無事に出発することができていました。それであれば、その大丈夫を信じることです。脅迫の思考が出てきても大丈夫と思ったのだから大丈夫。そう思う。それは改善に向けてとても大切なポイントです。この大丈夫は OCD の症状が目まぐるしく出ているときはなかなか難しいものです。けれど、脅迫の思考に引っ張られたままでいても不安が安心にひっくり返ることはありません。大丈夫だと思ったのだから大丈夫。そう言い聞かせること。これは外出先での暴露法と言ってもいいと思います。つまり暴露法は外出先でも行えるものなのです。不安なものを確認できない環境ではさらに心がざわつくこともあるでしょう。脅迫の思考のせいでその後の時間がずっと上の空でいるようなそんな時間はたまらなく苦しいです。しかしあなたは大丈夫だと一度は思った。それはちゃんと確認していた証拠です。大丈夫だと思ったのだから大丈夫。信じてください。それが暴露法であれば挑戦してみる価値はあります。あなたが一度は大丈夫だと思ったのなら大丈夫です。大丈夫だと思ったのだから大丈夫。そう思うこと、ぜひ試してみてください。OCD の症状が和らいでいくことを祈って応援しています。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは。